あと万博ですね。万博ね、相当叩かれましたね。あれは明石の元市長の泉房が悪いね、あれね。それでいいですか。泉さんとなんで仲悪いんですか。仲悪いんですかね。あと万博ですね。万博ね、相当叩かれましたね。あれは明石の元市長の泉房が悪いね、あれね。それでいいですか。泉さんとなんで仲悪いんですか。仲悪いんですかね。あれね、同期の弁護士なんですよ。あ、そうですよね。番組でもねお話ししまだしたね。から同期だから言いやすい。ああ、なるほど。だから25年前ぐらいに同じ研修所で飯食った仲間で、研修所の中で僕も高校時代までラグビーやってたし、彼も大学時代ラグビーやってたから、ラグビーチームを作った仲なんですよ。ああ、なるほど。で練習終わった後に研修所の埼玉の和光に研修所あるんだけど、その駅前の近くの居酒屋でよく飲んでたんだけど、その当時から考え方合わなかったね。いやいや合わなかったっていうか、まあもう同期だどうからなんですか。言いやすい。僕もそこまでその明石市のあれとかって詳しくないんですけど、そのやり方アプローチは例えば大阪府市と明石ってやり方全然違うんですか。彼は自分がやったことは、自慢するのはいいんですよ。僕もこうやって自慢するから。はいはいはい。でも他の人のことを無能っていうわけ。ああ、なるほど。だからそれは違うだろうと。例えば大阪市で介護保険料高いんですよ。だからそのことを思って過去の大阪市長は福祉に見識がないみたいなことを言ってくるから、ちょっと待てと。人口のうちの高齢者比率って大阪市全国でナンバーワンなんですよ。で高齢者65歳以上が60万人いて、60万人ですよ。でそれは大阪市長の能力不足って言われたらそれまでだけど、60万人の高齢者にいろいろサポートしなきゃいけないんだけど、明石は6万人高齢者が、明石市って人口30万人だから、明石市2つ分が全員高齢者みたいなね。でそこを担当していったら、それは介護保険料みんな高齢者がサービス使えば使うほど保険料上がるからね。明石市と事情違うだろうって言うんだけど、あいつはもう大阪市は無能だって言うから、これで頭きてもいろいろで、大阪万博も無駄遣いだっていうことばっかり言うわけで、彼はおむつ配れとかいろいろ言うんだけど、おむつ配るだけで大阪の大都市発展しないですからね。だからこれお金は2300億3000億円ぐらいお金使いましたけど、投資だと考えれば一応経済効果、一般的な計算式でいけば 2.9 兆円から6兆円の経済効果があるってことなんです。なるほどね。だからそこはその明石市と規模も違うし、明石市で万博なんかできないですからね。それはおむつ配った方がいいでしょうけど、向こうはね。向こうは、だけどこっちはだから別のこの万博とかでそれで経済規模が3兆から6兆円あるんだったら、それは3000億円使ったところで。僕なんか別に今日橋本さん褒めに来たわけじゃないですけど割と万博に関わってるプロデューサーで、そうやってくれてたの。いや僕はあれなんですよ。僕は誘致の方でちょっとお手伝いしただけなんで、誘致の時もめっちゃいろんなこと言いましたけど、なんか大阪・関西万博じゃなくて大阪・京都万博にすればいいのにとか、名前はね、名前は京都の方が有名だからとか、そういう話はしてましたけど、最近そのパビリオンを作ってるプロデューサーとか知り合いがいっぱいいるんで、いや万博ってやっぱりその最初はそんなね、やる前はすごい批判されて、始まるとそんなに最初はそんなに盛り上がんないんだけど、みんなリピートして最終的にすごいいっぱい来るようになるから、早めに来た方がいいですよって言われて、早めに行った方がいいらしいですよ。だからオープンケーキが終わったぐらいの5月6月ぐらいに行くのがちょうどいいらしいですね。1970年万博の最初の 3,4 ヶ月はやっぱり人少なかったんでね。で始まる1週間前ぐらいまでは反対運動がすごかったんですよ。だかららしいですよね。だから今回の大阪・関西万博も始まってみれば僕は変わると思うし、てか逆にこれうまくいかないと夢洲が死んじゃいますよ。そうもともと夢洲って死んでる土地だから。もちろんそうなんですけど、もちろん死んでる土地なんですけど、これやったら価値上がるよね。そうだからやっぱり公金を使うときに無駄だっていう考え方、僕もこれ無駄だっていう視点での主張もあるんだけど、投資っていう考え方がねやっぱりちょっと足りないというか、だから経済効果をちゃんと弾き出して、だって公共工事なんて投資した金額の 1.1 倍あれば大万歳が公共工事の世界の中で、今回の大阪万博って単純乗数効果で言ったら10倍なんでね、こんな経済政策はね戦後多分初めてだと思うぐらいの経済効果が生み出される事業だと思うんですけど、あれは堀江さんも事業自体には携わってくれてなかったですか。僕は事業には携わってないです。でも予防医療のね
はいあのコンセプトが今回の大阪万博の最大の中心だから、あ、そうなんですか。あ、そう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 じゃあなんかイベントやらせてくださやりましょうイベい。ント。いやなんかちょっと、結構イベントがいっぱいになってきてるみたいで、とりあえず僕その予防医療と和牛だけはなんかイベントやらせてほしいな。僕に何にも権限ないけど権限ないですよね僕にはないけど。どういう風にしていったらできるのかなとかって思ってるん万ですよ。博協会推進局とかそういうところに申請出してってことじゃないかな。なんか結構忙しいみたいですねでもね。だいぶ今もう最初はねイベントもないとかいろんなこと言われてたけど、今はやっともうみんなそういう状況になってきてるから。すごいなんかイベントはなんかいっぱいいっぱいだって言わただれましたよ。 70年万博の時には高度成長時代だったからお祭りとかイベントだったじゃないですか、まあ、今回は一応コンセプトは社会課題解決なんで、まあイベントとかお祭りよりも世界の課題解決するためのこう先端技術を集めてそれでソリューションをこう考えてもらおうっていう場をね万博にしたつもりなんですよ、だけどやっぱり70年万博の記憶がこう継続してるのか、パビリオンも華やかなのはいいんですけども、そっちよりもやっぱり技術っていうね、華やかなパビリオンが少ないとか言われたので、僕はもう段ボールでもいいと思ってたんですよ、パビリオンは、で中入ったら世界最先端の技術みたいな、だけどやっぱり万博っていうことになるとどうしても華やかなっていうところが中でも今心になってくる回何が残るんでしょうねレガシーとして。モニュメント的なやつ。モニュメントは当初は作らないっていう万博でやったんですよ。でなんか残りそうじゃないですか。だから木造リンクでしょ。モスオリンクなのかな。あれはでもね全部潰しちゃうから、だから違うもんが残るんでし一応残るのは真ん中に宮田さんがやってくれた静けさの森、あの森を残した上で最終的にはあそこ IR 統合型リゾートの施設にするっていう、これもねやっぱり政治行政は正面から正直に言えないから、今吉村さんも横山さんも万博と IR は切り離してるわけです。だから万博と IR は別ですよと、でも僕らが最初考えた時には、IR も統合型リゾートもあれ1兆3000億円ぐらいの建設投資が始まるんだけども、それのいろんな基盤整備も一環でやるための万博だから、万博も IR も一緒なんですよ、交通システムはできるんですよね。万博やる時にね、でその交通システムを IR に使っていくから、まあそれそうですよね。そうそう、だからもともとはあれ IR がメインなんですよ、そうですよね。これ2030年頃。そうやっとオリックス MGA グループが介助権の留保を外してくれたんで、もう今工事始まって2030年、でこれはもう税金投じないから、オリックス MGA の試算では年間6000億円ぐらい7000億円ぐらいの売り上げになるのかな、でそのうちの1000億円、大阪府市に納付金払わせるからね、でその1000億円で医療教育福祉に回すんで、明石の泉市長にはそこ分かってくれ増税せずに1000億円これキャッシュで府市に入ってきて、これで医療教育でもどうなんですか。